こんにちは。今日も左足が人工股関節前置換術高速法アプローチを受けた私のダウンドッグ時の体の傾向とその癖や変更の矯正方法などを紹介します。1回目の前回は手のひらと足裏でしたが、2回目の今日は左右の足の長さの差の修正と上腕の使い方の確認と修正。ダウンドッグは手足を起点にしてお尻を高く上げるポーズです。膝や腰、肩や腕、手首、手のひらにかかる負担がとても大きいので、股関節の可動域や足腰の筋力が回復するまでは、以前紹介した体への負担が軽めな壁を使った鈍角のダウンドッグから始めましょう。ではダウンドッグの直し方2回目を早速始めましょう。2回目の今日は左右の脚長差の修正と上腕の動かし方の確認とその修正です。手術から1年以上経った今でも体のどこも特に意識せずにダウンドッグのポーズをした時にはお尻が傾くというか体全体が傾いていることがよくあります。手術後帰国してからお世話になっている理学療法士さんによれば、私の左足はしばらくの間は数ミリ短かったらしいんですね。足の長さの差といっても実際の長さではなくて、骨盤の傾きや筋力の伸縮力の強弱によるものだったらしいんですね。つまり足の長さの差っていうのは足の力の差ということでもあるわけです。この足の長さの差を修正するのに歩き方と椅子を使ったエクササイズを紹介します。まず歩き方。歩くのがしんどくない人用のエクササイズです。もし膝や腰が痛くて歩けないなら、このエクササイズは飛ばしてください。歩き方ですが、弱い方の足に体重をかける時間を長めにして歩きます。私の場合は左股関節の前置換術高速法アプローチというのを受けて、手術の後も左足が弱いので右足を大きく長く踏み出します。お尻が前後左右にブリブリと揺れないギリギリの歩幅で歩きましょう。左のもも前と下腹部が気持ちよく伸びる歩幅で歩いています。足先が外向き、内向きなどのそれぞれの足の癖がありますが、その癖も意識して修正しながら歩きましょう。直線上を歩くように心がけ、特に後ろに蹴るときにかかとを真後ろに下ろすように努力しましょう。両足の長さの差、足の力の差を調整するエクササイズの2つ目は椅子を使います。足元の安定した椅子でご自分の足の長さよりも低い椅子をご使用ください。お腹と足の境目を椅子の背に乗せ、上半身を前に倒します。意識して伸ばすのはお尻ともも裏の境目です。人工股関節前置換術高速法アプローチを受けてしばらくガッチガチに硬かったのがこの部位でした。もちろん手術した足の足裏も膝裏ももも裏も縮んでいたけれども、このお尻との境目が一番の難関でした。ここが詰まっていると骨盤が前に倒れないので股関節が屈曲できないんです。歩幅が狭いままです。この部分がガチガチのうちはとても歩きにくかったのです。股関節の手術をしてもしてなくてもいつも詰まってて伸びにくいのがこの部位です。詰まっているのを伸ばしたいので、ちょうど反対側にある
上半身ともも前の境目を椅子のかげに乗せ、足裏が気持ちよく伸びる位置まで足幅を広げ、膝を伸ばして上半身を倒します。足先の向きですが、外向きや内向きにならないように両足の小指側を平行にしておきます。上半身を倒す角度は深ければ深いほど良いというわけではありません。足裏や膝裏、もも裏は縦に開いて伸ばすけれども、上半身とお尻との境目部分は骨盤ごと角度をつけるので、お尻を前方向に回転させるように動かします。下腹部と腰も伸ばすとより効果的なので、背中が丸まらないように椅子のどこかに腕を乗せて腕を支えるか、クッションや枕を座に置いて高さの調節をしましょう。上半身は重力もプラスされて思っている以上に前に倒れてしまいます。すると下半身でしっかりと体重が支えられなくなってしまい、下半身がぶら下がってしまいます。このエクササイズの土台は左右の足です。かかとに体重が乗って膝が伸びて両足が安定している状態をキープする必要があります。手術前の体の癖などは手術後もすぐには矯正できないので、上半身を前に倒す角度は浅めから始めましょう。今紹介しているエクササイズは椅子に体を乗せるため比較的安全です。ですから私も手術直後から日々のエクササイズに取り入れていました。次は上腕の使い方を練習しましょう。肩こりや巻き肩の人の場合、上腕が前から見て内旋しています。その腕の癖の使い方のままダウンドッグをすると、上腕の内旋程度がさらにひどくなって、その動きを支えようとして前腕が外旋してしまうんですね。そして肘が過伸点、つまりオーバーストレッチになってしまいます。すると肘が痛くなったり肩こりが悪化することもあります。本来の腕の正しい動きというのは、上腕は外旋、前腕は内旋なんですね。ですのでその動きを腕に覚え込ませるエクササイズをしていきます。まず壁に沿って立ちます。足は小指側を平行に置きます。足幅は1足分。壁にかかと、ふくらはぎ、骨盤、肩甲骨、後頭部を当てます。飛び出ている肩甲骨を背中に埋め込み、鎖骨を横に開きながら首を伸ばします。次に手指を大きく開き、手のひらで壁を押しながらゆっくりと肘を伸ばします。この時、巻き肩の人は肘が外に開いてしまうので、そうならないように上腕を外旋させましょう。首がすくまないように耳と肩の空間を大きく広げておきます。肩こりや巻き肩の人ほど上腕を外旋させるのが難しく、足腰から力が抜けて腰が反ってお腹やもも前が前に飛び出がちです。腕の動きに足腰がつられないように気をつけましょう。ふくらはぎや腰、肩甲骨が壁から離れたら、その時点で体勢を整え直しましょう。
このエクササイズって見た目よりもはるかにやりにくいんですね。特に肩こりのひどい人ですので、もしストラップをお持ちであれば手首や前腕、肘に通してみましょう。ストラップを使うと上腕を外旋しやすくなるし、足腰も安定します。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。